こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ようやくウィザースケルトンの頭を入手し、脇に関する検証をいくつかしたところまでです。レアドロップが貴重品だといいですね。入手した時にちょっと感動ものでした。でも、検証に時間をかけすぎているのがちょっと気になるのだけど。そこはやむを得ないと思うんですが、今のうちに頭を入手する方法を確立しておかないと後が大変ですし。後って、必要なのは残り2つよね。今回の企画では、地上解禁の後に第3目標の全実績解除が待っています。今のバージョンではウィザー攻略は実績解除の条件のようなんですよね。なので頭は3個でなくて、6個必要だったりとか。なんだそんな考えだったのね。発想を逆転させればいいのよ。そしたら頭は3つで済むわよ。やはりそうですよね。焦ってて損しました。で、今実績解除って原木入手で引っかかっているのよね。それがネックなんです。なら話が早いわね。ウィザーを倒す前に地下で原木を入手すればいいのよ。何か見落としてないですか？3体は来ました。美味しいです。少し削って見通しを良くしてるところでマグマキューブが湧きました。今は、前回の終わりで起動し直しをした続きのプレイなんですが、どうも湧き加減はきちんと改善された感じではなく、ちびちびしか湧いていません。もし秒が距離端のモブが一掃されていたなら、もっと湧きは回復するはずよね。ですね。ただし起動し直した時の場所に依存しそうですから、次は、ネザー要塞の奥まで着いた時に起動し直しを試します。これで脇が改善しないなら、脇が回復するのは起動した直後の一瞬だけ、ということになりそうです。さて、地図ではこの辺りです。試してみます。さあ、どうだろう。近くを探索してみます。ちなみに英語版公式ウィキの履歴を見てみたら、デフォルトの秒が距離で脇が減る現象は、バージョン 1.5.1 の頃にはすでにあったようです。仕様なのかバグなのかはともかく、少なくとももう1年近く現状のままのようですね。もしこれが仕様だとしたら、いつまでもネザー要塞に引きこもってないで、外で周辺探索しろということよね。もしかしたら、意図的に残されたバグ、なのかもしれません。厳格にきっちりモブがディスポーンするのなら、騎乗主を失ったチキンジョッキーが洞窟やネザーに大量発生しそうな気がするんです。さて拠点に戻ってきましたが、脇の改善効果は長続きしてない様子です。起動し直しの効果があるのは起動直後だけのようですね。今の中断は検証目的ではなく、普通にゲームをやめて、数時間後にプレイ再開したところです。また新たに湧いてますね。これで39体です。さて今回の探索では、いよいよ通路の上の湧き層を作っていきます。まずはきちんと湧くかを確認するために、拠点がある階層だけ手掛けます。通路から4段上のブロックならウィザースケルトンが湧くはずですので、湧き層の方の面積を確保するため、通路端の出っ張りを取り去ります。あ、フェンスが埋まってることあるのか。これはブロックに変えないと脇に影響しそうです。ちなみに最近は英語版公式ウィキを主な情報源にしています。情報の信頼性が高い感じなので、コツコツ解読してます。あれ？湧いてるし。うっさい。倒すと増える現象ね。さて次は、天井を一段下げないとならないんです。またまた今までの作業が水の泡ね。で、次はお約束のガスと襲撃ね。来て欲しくない時に現れますね。多少は弓も慣れてきましたが、ある程度近づかないと当たらないです。矢を数本無駄にしました。さて次は、通路上の湧き層を作り始めます。
通路から4段上に、真ん中のラインを残してブロックを敷き詰めます。脇層の足場を作ったところでネザーラックが枯渇しました。このスペースを通路の高さまで整地しつつ、ネザーラックを回収します。ちなみにここは通路の高さに合わせないと、おそらくウィザースケルトンなどは湧かなくなりますね。本当は検証したいところですが、まあ後日、下の階層でやろうかなと思います。今まで、何回かは湧いてたわよね。今まで100体以上、ネザー要塞内だけで湧くモブの、湧いた箇所を確認してきていますが、これとウィキの情報とを照らし合わせたところ、どうも湧く境目はバイオーム区切りのようなんです。具体的には、ネザー要塞がバイオームの一種になっていて、その中で湧く起点が選ばれた時に、起点の周辺にモブが湧く、という感じで考えてます。湧く時は起点と同じ高さに湧くはずですので、予想が合っていれば、段差を解消しないとこのスペースでは湧かないはずなんです。さて、足場はほぼ完成したので、脇層の壁と天井作りにかかります。と思ったらガストにまた襲撃されました。今度はブレイズが出現。なかなかはかどりません。隠れてたガストをようやく仕留めました。拠点付近の場所以外は、ほとんどネザーラックで埋もれていましたので、せっせと脇層を掘り抜きます。お、またブレイズですね。拠点のある階層に留まっている割には、案外よく湧くわね。どこかに溜まってたモブがディスポーンしたのでしょうね。そういえば最も脇が改善したのは、ネザー要塞の一番奥を整地し終わった直後でした。拠点周辺の脇層の天井を作ってる時にまた湧きました。拠点付近の脇層は、これでほぼ完成です。ここで湧いたウィザースケルトンは、ある程度近づけば真ん中の隙間から勝手に降りてくるはずです。さて、だいたい1時間の作業で、拠点のある階層の脇層作りが8割方完成しました。まだ一部やり残していますが、うまく機能するか試してからでいいですね。ところで、この脇層はどのくらい効率が上がりそうなの？湧く仕組みの詳細がウィキにも載っていなかったので、そこは予想で埋めて計算してみたのですが、今の脇層の形状なら、通路のエリアの湧く率は、従来の2倍をやや超えるはずです。あとは通路の幅を広げれば、同時に湧くモブの数が増えると思うのですが、手間に見合うかが不明なので保留です。まずはこの形で検証してみます。さて、一度奥まで探索して戻ってきましたが、まだ湧いてないです。やり残したところを手がけつつ待ってみましたが、まだ湧きません。ならばと、試しに必殺技を使ってみたのですが、まだ湧きません。湧かないわね。ボトルネックの湧き数の上限をなんとかしないと厳しいですね。でもまだ、ディスポーンの隠れた条件が不明なままなんです。今は湧くまであがくしかないですね。というわけで、一旦遠出してからの連続探索です。全然湧かないので、また必殺技。湧いたけど、そこじゃない。そんなこと言われてもブレイズが困るわよ。もう一度必殺技。本当は多用したくないですがやむを得ません。何がやむを得ないのだか。やっと40回目です。おお、惜しい。その4段上で湧いてくれないと。さっぱり湧きそうで湧いてくれません。もともと湧き加減が微妙だものね。もういいから、他の階層も湧き層を作ったらどう？いや、まずは一度でいいので湧くことを確認しておかないと。
後から作り直しするのは大変ですから。まあもうちょっと踏ん張ってみます。さてまた遠出して戻ってきましたが、探索が疲れてきました。やっぱしんどいですね。これで43体です。頭を3つ集める期待値では、ようやく半分まで来ました。44体。降りる音がしなかったのではいたのは通路でしょうね。頑張りましたけどダメですね。さすがに探索はもう疲れました。もうトロッコを活用しようと思います。もっと早くトロッコ使っていればよかったわね。いえ、躊躇してたのは理由があるんです。枠仕組みから考えれば、レールを敷いた時は脇率は多少悪くなるでしょうし、時間経過のディスボーンについては、どう影響するかまだ算出できていないです。でもさすがに、もう探索はお腹いっぱいです。次回はトロッコ導入します。では今回はこんなところで。ではまたね。バイバイ。